ではバイク神社へ行くぞい。行くぞい。ほんと関西多いね、この黄色点滅。徐行してください。京都の黄色点滅の多さは異常だったけどね。ね、なんでなんだろうね。止まるか進むかはっきりしなさいよじゃダメなんだね。譲り合いの精神を大事にしてるのかな。横から車来るからねって警告。東京で黄色点滅ってめったに見ないからな。見ない、全然見ない。夜になると赤点滅してるところはたまにあるけど。ああ、一時停止か。だってこっちの人一時停止しねえじゃん。もうなんかドライブスルーかのごとくシューっていっちゃうじゃん。捕まらないっていうのが不思議だよ。東京すぐ捕まりますよ。あー苦しい。苦しいよ。ミックスグリルとポテトって組み合わせって多分ね、年齢制限設けた方がいいと思うよ。30歳以下限定。そう、30歳以上はご利用になれませんみたいな感じで書いておかないとあれを頼むね、中年のおっさんがこうやって後悔するんだよ。ああ苦しいって。もうね、お腹空いてる時のテンションだとね、こんなん食えるよって思ったんだよね。そう、お腹空いてる時にだからスーパーとか行くとやばいじゃん。あれも食えるこれも食えるって買えるんだけどさ、結局食えないんだよね。食えないんだよ。なんか数年前って簡単に食ってたんだけどな。最近バイキングがそれだもんね。そうなんだよ。2ラウンド目いけないんだよね。1ラウンド終了。まあ1ラウンドの量もだいぶ多いんだけどさ、そうそう、1回でね、バイキング持ってきて。結局食う頃にはみんな冷めてるってやつね。上品に行かないといけないよバイキングって。で理想的には全種類食べるためにあらゆるものを少しずつ取るのが理想なんだけど、どこでも食えるようなハンバーグとかポテトとかいっぱい取っちゃうから結局食うもん食えないんだよね。書いといてほしいよね。だからね、これどこでも食べれるから少なめでいいんじゃないみたいな感じで書いといてくれたらさ、すごい助かるんだけど。体に悪いものって美味しいもんね。いや、そうなんだよ。左入るね。はいっすー。美味しいものは脂肪と糖でできている。クロールじゃん。美味しいもん食いたきゃ動くしかないんだよ。でも昨日2万歩歩いてるから。すごい歩いたよね。もう信じらんないぐらい歩いたよ。足パンパンになったもん。そう、でもそもそもさ、電車自体も久々だしさ、大阪駅やばいね。やばい、あれはもうほんと迷子案件。大阪駅だけど梅田駅か、あれやばかったの。ああ、そうそうそう、梅田だ。上野駅を3個4個分ぐらい倍増させた広さね。たかが駅ビルなのに店舗数すごいえぐいね、梅田駅は。大阪人ってあれなのかな、場所があれば店建てるのかな。道頓堀もすごかったもんね。あれだって一軒も休んでる店なかったじゃん。あれ、あそこだけ晴れてる。本当だ。あそこにずっといれば暖かいんじゃない？なんか UFO みたいのにさらわれちゃうんじゃない？ピーローって異文化コミュニケーション中やで。おっさんが言うのも変やねんけど、異文化コミュニケーションちゅうのやっぱり。すごい大胆な話。さすがだよ。展開は赤信号でもかみたいな。車来ないからって何でもやっちゃうのね。ね。東京人が細かすぎるのかもしれない。関西組ぐらいにはね、反勢力を持ってもいいのかもしれない。私たちは。私たちがね、気にせずね。そう、何も気にせず。法律の前に人の目が気になるじゃん。周りに見られてるって。それはある。まずその壁をね、第一難問をね、突破しちゃってるから、ここの人たち。常識的に多分これダメだと思いますよっていうこともさ、それこそ怒られたら考えればいいよって感じだもんね。もう楽しい生き方だよ。だから関東人はつまらないって言われちゃうんだよね。関東人はもう最近のテレビみたいな感じだよ。どんな感じ？最近のテレビ。最近のテレビ。コンプラだらけのやっちゃいけないこと言っちゃいけないこと。鹿公園行ってみたいんだよな。いやー行きたい。鹿ちゃんに会いたい。バイクに乗っててわざわざ鹿公園行くっていうのもなんかちょっと割に合わないんだけどね。でもなんかルリコさん奈良公園にバイク入れて写真撮って鹿と一緒に撮ってたね、そういえばね。あれができるんなら最高なんだけど。あれルリコの特権なんじゃないか。ルリコ特権
な。もしくは女子特権。ああ、おっさんの代わりに相手にさ、男2人がさ、鹿と一緒にバイク写真撮りたいんですよなんて言ってもさ、みたいな感じで終わるじゃん、絶対。絶対そうなるわ。女の子が行くと、あ、どんなバイク乗ってんのとか、いいバイクだね。あ、ちょっとだけやったらいいよみたいな感じになるんじゃないなる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 。それがね、コンプラって言うんですよ、クソじじい。そうなんですよ。それがコンプラなんですよ。男ども照らすんじゃねえよ。反対側車線の方、電力を握ってるような道の流れとかたまにできてんじゃん。10分の7ぐらいを向こうが使ってて、10分の3ぐらいを細かくこっち側が歩いてるみたいな道の流れになってる時あるじゃん。あの時はやっぱり堂々と真ん中歩くべきだよ。お前らが道使いすぎなんだよこっちへって。これね。私はそのために真ん中を歩いて人といっぱいぶつかったんだから。みんなスマホ見ながらとかだからさ、前見てないからさ、思いっきりぶつかってくるよね。そうぶつかってくるしさ、避けようともしないし。ね、だからそのままさ、スマホ落としちゃえばいいのにと思うんだけど、ぶつかって。あと2人でさ、横に並んで歩いててさ、こっちがこう後ろと一列にこうずれながら歩いてんじゃん。多分ね、10組ぐらいは2人の中を引き裂いてきたよ。横に並んで歩くんじゃねえよお前らって話だよ。その手を離しなさい。演歌ちゃん。映画ちょっとやっとけばよかった。映画ちょっと。そう、演歌ちゃん。もう晴れるだけがバイクじゃないから、外走ってんだから濡れるよ。屋根ないんだから。ありがとうカインズ。あーすごい綺麗。謎のタワーもまだ見えるよ。神々しくなってきてるだんだん。マジかい。無理だ。雨雨降れ降れ母ちゃんが